スウェットね。ピカチュウ。ちょっと待って、あ、おい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 。スウェットね、これダダ滑りですね。兄貴、はいはいどうですか今のは。ダダ滑りですよあれ。ダダスですね。もう関西人としてはないですよあれは。せっかく気合い入れたのにね。ねえ、昨日買ってきたのに。ドンキドンキーっす。ドンキ買ってきたのそれだけドンキで。これとティーバッグ買おうかなと思ったんですけどね。ティーバッグでも今日ティーバッグじゃないですよね。予選落ちしたら全部脱げていかないとね、やってくれないんですよ。ハードル上げといて最低ですね、本当。もう最低だよ、そういうのは。ちょっとレベルが高すぎたかなって。ちょっと太陽圏してよ。逆光になるようにブラシあれ富田林警察署からの人だったっけ。太陽圏太陽圏しましたね。太陽圏ちょっと無理っす僕ちょっと太陽圏。いやいいですね。いいですね。太陽圏するとねカメラ壊れるんであ、そういうことですか。本当。そういう反応しょっで。ぱいな。もっこりんごです。はいはい、リンゴちゃんに殺されちゃう。じゃあブースの方も見に行きましょうか。あ、ブース紹介お願いします。あ、これ受付ね。はい。ここが受付です。はい。ここでエントリーします。はい。ありがとうございます。トップラインのブースです。はい。名前ですか。名前三浦と申します。三浦さんです。はい、あれ作ります。おすすめの商品は何ですか。おすすめの商品はこちらにあるスーパーファイトラーが今トップラインの一押しでございます。スーパーハイトラーおすすめです。おすすめは何ですかって言ったら僕ですって言われた。あ、僕です。う今旬です。今旬です。今旬です。彼女いてはるのか。彼女はおりません。あ、じゃあ募集中ですか。募集中です。募集中。彼女募集中です。大丈夫だって。心配せずに。大変でいくらでも遊んでください。ありがとうございます。次ははい。RC926 さんのブースです。審査員やってる。ああ、そうか。横浜ブースです。はい。横浜さんの今のおすすめは何ですか。おすすめそうですね。この辺が新商品におっと。なるんですが、まあ一番はこのスライドラックですかね。色がいいですよね。いいです色がいいですよね。ねえ。横もカラーです。横もカラーです。社長すみません。ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、どうぞ。はい、次は双葉さんブースです。ロゴが欲しいです。欲しいです。7PX がすごい魅力的なんです。名前が森田と申します。まあなんかそう新製品があるということで、そうですね。まあ発売になったばかりなんですけど、はい、MC970CR。はい、ワイヤレスコントロール機能搭載のそうですね。アンプですよね。そうですね。はい、送信機の方からまあデータをやり取りするんですけど、はい、書き換えが電波でできます。電波で、はい、はい。今までコントローラーでやってましたよね。そうですよね。それを電波で送信。まあプロボでパッパってできるっていうのはすごい便利ですよね。便利ですね。まあピットで戻ってきてってやると、もう忘れちゃうんですよ。はいはいはい。すぐやりたいじゃないですか。で一周こう回って一回止めていただいて、設定を変えて飛ばしていく。なるほど。じゃあこれと 7PX あれば、そうですね。これあればもうちゃんちゃんっていう感じですよね。よろしくお願いします。はい。最近結構増えましたね。この 7PX。そうです。おかげさまで。あとこういうスティックタイプもございますね。あ、これ見ました。楽しみにしてますよ。ありがとうございました。次行きましょう。オーバーロード。次はオーバーロードさんね。オーバーロードさんのブースです。おすすめは何ですか。おすすめは会場で先行発売したネックストラップですね。表裏リバーシブルなんでこんな感じです。これいいよ、リバーシブル。あんまないもんね。おしゃれ。
でプロポつけても楽ちんなようにバックルつけてるんでパチンと外れるんで、これ便利だね。ちょっとすごい便利だね。よし、ちょっと財布出せ。最近ちょっと脱皮せなあかんすけど大丈夫ですか？財布どっから出てくるの？こここから出てきます。はい、これちゃんと使ったからね。これ来年は戦います。買い上げました。こんにちは。じゃあどうも。ヨードさんの顔見に来ました。新製品が結構あるっていう話を聞いたんですけれども。そうですね、ちょっと発売が遅れ気味なんですけど、この湾曲のラック、これを、今これレールだけなんですけど、はい、これだけまず先に持ってきました。でセットものと、あとバキュラ2につけるためのアダプターは、はい、また来週ぐらいなんですけど、このアダプターですね、このアダプターですね。これは、来週、これですね、はい、これは来週になります。要はそれと、これとそのガルム用のラックのセットを買ってもらえれば、バキュラ2も同じような湾曲にできるなるほどという形です。湾曲入れてどういう効果が出ますか？まずね、浅いところの角度でもね、加速が良くなります。加速が出るように、あとは、アスファルトとかに行った時に深いところでの角度がよりなんだろう、今までも耐えれたんだけどそこから曲がってこれる。なるほど、そういう特性になってます。じゃあいいこと満載ですね。そうですね。はい、じゃあ次は何で、あと、この辺が今開発中のもので、まずね、こっちかな、これがガルム、両方ガルム用なんですけど、アジャスタブルのショックマウント、リアのショックマウントで、これまだモックアップなんですけど、これ3月に、来年3月発売予定で、これね、見た目4つしか開いてないんですけど、角度と高さと合わせて36パターンの取り付け位置が選べるので、これがこれで動くんだ。いや、これはね、ステップアジャストで、まずこっち方向に動くんです。本当だ、そうだね。で、あと左右を入れ替えることで、この4つの穴位置の高さが変わるんです。そうすると、要は下側で18、で裏返して上側で18、全部で35。要はここに穴がこうボコボコっといっぱい開いてるようなイメージです。なるほど、なるほど。さすがですね。そういう感じになってます。さすがですね。で、あとこっちが、これもガルム用なんですけど、アルミのリアバルクヘッドになります。今アルミなかった？今ないんです。で、これの特徴、一番の特徴は、ガルムもともとノーマルドライブ、ベルトドライブ、でカウンタードライブってモーターの向きを逆にするやつがあって、でその2つは使えて、プラスゼクロス用のギアドライブが使えるようになる。なので、その駆動方式が3パターン選べるのと、あとは、ノーマルドライブとそのギアドライブであればフローティングシステムも一緒に使うことができる。なるほど、ギアドライブのフローティングっていう組み合わせもできるようになる。そうすると今まで以上にこう後ろのトラクションが出てくると思うんです。なるほど、なるほど。で、あとはこれセパレート、ちょっと分かりにくいかな、後ろのこのピースがこことここでネジでセパレートになってる、なので、この部品を外すとデクが後ろに下ろせる。そっか、じゃあ結構メンテナンス性がめちゃくちゃいい。そうですね、今まではね、こうバルクを完全に車体から下ろさないと、下ろして割らないといけなかったんですけど、それがすごく楽になると思います。なるほど、分かりました。そういう商品、これまだ発売の時期未定なんですけど、今試作をしてて、で、そのうちいろいろさっき持って歩くと思うんで、だからよく見てください。ありがとうございます。
あと他に何かありますか？あとは、商品ではないんですけど、うちこういうレーシングサービスっていう、要はこういう大会で、うちのシャーシーとか部品を使ってくれてる選手に対していろいろこうサポートをしていくっていうのをやってますんで、うちの車を使ってもらえればこういうなんていうんですか、安心してこう大会に出られるっていうですよね。そういうこともいいですよね。そうですね、今日も結構うちのドライバーも含めですけど、いろんな人来て、これあれはないのかっていうのをいろいろ忙しそうにやってますもんね。そうですね。結構メンテナンスの部分も含めてなんですけどね、やってます。なるほど。はい。わかります。ありがとうございます。よろしくお願いします。会場限定このオイルは使い放題です。このオイルはもう使い放題です。あ、そうなんですか。すごいですね。それは OD のショップをいや、もううちのオイルを使ってる人とか、これ使ったことないけど試してみたいとか、そういう人、もううちのシャーシじゃなくても全然構いません。ありました、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。アディクションさんのベースです。大阪の名門ですよね。で、僕が一番最初にドリラジ始めた時からお世話になってる人です。すごいですよね、熱意がね。まだまだ180をちょっとなんか新しい商品があれば。いや商品興味ないね。私商品興味ないよ。お金しか興味ない。こっち見てこっち見て。そんな感じです。もうぐらいですよ。です。かけちゃん。こんな感じで。社長。ラジコンやろうこうやって言う。はい。あ、いいですね。愛知県の統合産業店長。宣伝してくれて。宣伝してくれてたまらんのよ。ふざけてごめんなさい。あと何かありますか。うちはラジコンだけではないんです。はい。それはなんか。This is Gundam ジオラマベースというオタクの誇りまみれのガンダムを誇りから守ったれという企画でございます。しかもケースの中に収まるジオラマ、そんなもんは今まで存在しません。このケースは別に、これはケースは別になんです。でも800円ぐらい売ってる安いケースなんですよ。それを当社のジオラマベースと組み合わせると、これ取りやすい、こんな風になるんですな。これ何プラモデルとかの人が結構持ってるんですか？皆さん持ってます。はい、これはホビーベースというところから売ってるものでして、そのケースにぴったり合うようにアディクションの成形技術を駆使して、作りました。なるほど。これマッキーさんのなんかサザビーで見たけど。そう、これマッキーさん。あ、そうなんだこれ。マイキーに作らせましたね。上手だもんね、あの人。これは僕が作ったやつなんですけど、こんな感じで、死んだやつとか市街地を作ったりとかですね。これ何でジュワックとか言って2代目から見に行った方がいい。その後ですね、こんな赤いですね。ジャブの中にこういったものをシリーズ化していって、アディクションはプラモデル業界に殴り込みじゃい。はい。では次は G フォースさんのブースです。ああ、G フォースだね。G フォースの遠藤さん。はい。ありがとうございます。新商品があるということで、今度新商品は、こちらですね。ハイパーソニック、競技用のブラスレスモーターで12月の発売予定なんですけども、トルクがあるんですけど、転がりも軽いんで、レース用はもちろんドリフトも含めて、いろんなジャンルお使いいただけるかと。なるほど。あとは何かありますか？あとは、ちょっとこれ今日参考出品程度ですけど、ISDT の乾電池用充電。8本が独立して、放電、サイクル、充電ができるんで、ドリフトにはあまり合わないですけど、ミニ四駆とか、なるほどね。いわゆる小さい単3単4を使う商品にはバッチリだと思いますね。わかりました。ありがとうございます。
秋葉さんのブースです。秋葉さんおすすめの商品はそれはもう今はこれです。トレイス。どんな効果がこれつけてない？これめっちゃいいっていうよ。みんなつけてるでしょ？3つぐらいつけてるもんねこれ。そんなにですか？すごくいいって。はい。魔法の扉にこれを入れて万引き現場を撮影しようかな。これラスト1個です。あ、そうなんですか。じゃあやっぱり魔法の扉に入れていく。これ販売してるんですか今？販売中です。こういう方はどう思いますか？面白くていいと思います。面白くていいと思います。さすがアキバンスさんしっかりしてますよね。ありがとうございます。さすが世界のアキバンスさん違います。ありがとうございます。ありがとうございます。